どうも、クビオです。今回はコンパクトなキャブコンで都会でも乗りやすい日本特殊ボディのハヤテで真夏の車中生活前編後編の1期目をお送りします。こちらの車両プロデュースさせていただいた新型キャンピングカーアオサギと同じベース車両同じボディになっております。アオサギの走行性能気になりますよね。ハヤテで一般道と高速道路車中旅に行ってしっかりとレビューしております。ぜひチェックお願いします。そしてこのコンパクトなボディはなんとトヨタアルファードより全長全幅に関しては小さいんです。この小さなボディにこの広さ考えられないですよね。ぜひ実際の車中泊の様子見て車内も体感していってください。動画の最後にアオサギの新しい情報もありますんで、ぜひゆっくり楽しんでいってください。どうも、クピオです。今、石川県のキャンピングカーイベント会場にいます。ここからですね、最新のキャンピングカーで車中旅に行ってきます。新ベース車両ということで、走りどうなのか、居住性どうなのか、現役キャンピングカー乗りとして実際に車中泊して使い心地確かめます。こちらです。日本特殊ボディハヤテです。このキャンピングカーすごいところが新ベース車両トラビオです。いすゞのエルフミオをベースに開発されたキャンピングカー専用のベース車両です。コンパクトなキャブコンタイプのキャンピングカーになります。横幅が 1770mm とキャブコンにしてはかなりコンパクトです。こんな感じでリアのタイヤなんですけどスライチになっているのがわかると思います。今度自分でプロデュースをさせていただくキャンピングカーと同じベース車両同じシェルなので、今回の車中泊旅で感じたことをプロデュースキャンピングカーに反映させたいと思います。それでは準備して行ってきます。すいません、お借りします。はい、失礼します。まず乗ってみて感じたことが軽っという感じです。すごいトルクがありますんでスイスイ走っていきます。車重も軽いんで全然キャンピングカーという感じがしません。そして足回りですね。結構キャンピングカーってガタンガタンってして体に衝撃を感じるんですけど、すごいバネが柔らかくて乗用車チックな乗り心地です。このバックモニターも標準装備なんですけど、すごい視認性もいいですね。まずはこのハヤテのスペックを貼っておきます。車の幅が 1770mm とコンパクトですが、乗車定員7名、就寝定員大人5名、子供2名と人はたくさん乗ります。車両総重量 3.5 トン未満なので普通免許でも運転が可能です。自分が一番気になるのが 1.9 リッターディーゼルターボエンジンです。最大出力120馬力、最大トルク320ニュートン。馬力はそこそこですがトルクはかなりあります。キャンピングカー用に加装されたボディでパワー不足はないのか、山道や高速道路の途半車線登るのか確かめたいです。燃費も計測します。とりあえず一回ガレージ戻って車中泊アイテム詰め込みます。はい、車中泊アイテム積み込み完了しました。今回マルチルームはトイレやシャワーで使用せずにこの収納として使用します。マルチルーム高さや横幅はある程度ありますんでラップ式トイレなど設置可能です。その他はこのリア2段ベッドの下に収納しました。外からアクセスできます。中からはこの扉とこのベッドマットを開けるとアクセスできます。奥に照明もついています。で、上段のベッドも使えませんので収納として使えます。これは簡単に取ることもできます。このハヤテのレイアウトなんですけど、応答のセンターエントランスレイアウトです。入ってすぐダイネットがあって4名座れます。
で、バンクベッドがあって、後ろ側にギャレーとマルチルームと2段ベッドがあります。で、今日もめちゃくちゃ暑くて、外気温なんと 35.3 度です。これ影の温度計です。なのでこのエアコンもう早速つけました。こちら標準装備です。もうこれがないと夏は車中泊できませんね。このキャンピングカーは 400Ah のリチウムバッテリーが搭載されています。リチウムバッテリーはオプション装備になります。はい、自分のキャンピングカーからタオルケットと枕も持ってきました。はい、お水の給水も完了しました。こちら清水タンク20リッター、排水タンク奥にあって20リッターです。はい、今回長期の車中生活になりますんで、排水タンク内をピューラックスで除菌しておきます。これで汚れたお水も匂いがしなくなります。車内で料理もしますが、料理で出る汚れたお水などは凝固剤で固めます。手洗いや歯磨きなど軽い水洗いなどにシンクを使用します。自分の乗っているキャンピングカーがこのバンテック JIL520 です。ベース車がトヨタカムロードです。日本のキャブコンのほとんどのベース車両がトヨタカムロードです。この日本特殊ボディのハヤテの新ベース車両トラビオはコンパクトで軽量なので軽快な走りも期待できます。このカムロードずっと乗ってますんで、このトラビオと比較して体感しお伝えします。あとは車内のコンパクトさも体感します。こちら JIL520 なんですけど、車の全幅が 2060mm あります。一方ハヤテは 1770mm です。約30センチ違うんですが、車内で過ごしてみてどう違うのか意外と問題ないかもしれません。もしくはもう全然違うかもしれません。走りの面ではコンパクトの方が扱いやすいです。悩ましい選択ですが、実際にこのコンパクトな車体で車中生活してみて実用性や快適性を確かめます。今回は5日間の車中生活の予定です。最後に日本特殊ボディ三重店へ行きます。はい、しばらくですね、一般道走行してみたんですけど、このパワー素晴らしいです。街乗りでのストップ&ゴーも全くストレスなくスムーズに走行してくれます。これなら毎日買い物や通勤などに使っても全くストレスないと思います。やっぱりトラビオ、トルクがかなりあるんですよね。エンジンが 1.9 リッターとそこまで大きくないんですが、最大トルクが320ニュートン。一方、現行のトヨタカムロードのエンジンは 2.8 リッター。トルクは300ニュートンです。トラビオの方がエンジンは小さいんですけど、トルクが多いのが体感できます。しかも車重も軽いので、より一層軽快に走ることができます。それでは燃料を満タンにして燃費計測します。燃料タンクは70リッターです。はい、じゃあこのトリップメーター A をリセットしておきます。一旦スーパーに行って食料買い出しします。さあ、初めての駐車、緊張します。無事駐車完了しました。こういった普通のスーパーの駐車枠内にぴったり入っています。前がねちょっと線が消えてるんですけど、ちょうど前に合わせて後ろの線がほんの少しだけ余裕があります。横幅こちらの線にちょうど合わせて、反対がほんの少しだけ余裕があります。この全長が 4930mm、 5メーターの駐車枠にぴったり入ります。全幅は 1770mm なんで2メーターの駐車枠にほんの少し余裕が生まれます。高さだけ気にしていたらどこでも止められるっていうのはすごい気が楽です。ミラーは手動で折りたたみ可能です。小回りも効くんでかなり駐車はしやすかったです。最小海底半径が 4.4 メーターということでかなり駐車はしやすいです。カムロードも最小海底半径が小さいんですけど、それでも 4.9 メーターです。ちなみにフィアット・デュカトの最小海底半径は一番小さいモデルで 6.3 メーターです。
トラビオは6速オートマチック、そしてこのキャンピングカーは車両総重量 3.5 トン未満なんで、オートマ限定の普通免許でも運転できるので、車の免許持ってる方なら誰でも運転できるっていうのは強いですね。で、外装のこのバンクの先端ですよね、結構かっこいいですよね。流線形になっています。で、フロントなんですけど、このミラーやこの下の AR ですね、この辺はディーラーオプションが入っているそうです。で、こちらリアなんですけど、なんとキャンピングカーなのにシーケンシャルウインカーが入っています。ちょっと光らしてみます。キャンピングカーでもこういった普通車のようなかっこいい装備って嬉しいですよね。あと面白いのがここなんですけど、ヘッドライトウォッシャーがついています。ここからウィーンって出てきてシュッてお水出ます。で、このヘッドライトについた汚れや雪などを落としてくれます。ヘッドライト LED なんですけど、これなら雪国でも安心ですね。で、サイドのリア、ここなんですけど、ここは収納になっています。で、真ん中のとこはここはバッテリーですね。反対側は燃料タンク、そしてエアコンの室外機があります。リアはバケツドアが1箇所で、サイドからもアクセスできます。いやー、しかしこの車リアがダブルタイヤなんですけど、乗り心地いいのがびっくりしました。それでは買い出し行ってきます。いただきます。車内の高さも1910ミリとかなり高いので、移動もしやすくストレスも全くありません。さあ、それでは今日の車中スポットへ向かいます。ここからですね、一山越えたところに車中泊できる銭湯があります。そちらへ向かいます。山走りますんで、坂道の一般道での途半性能、ワインディング時のロールですね、左右の傾き確かめます。この車なんですけど、電動パーキングに、そしてオートブレーキホールドついてます。もう信号などでブレーキ踏んで足を離してもブレーキを継続してくれています。そしてまた信号が青になってアクセルを踏むか、もう一回ブレーキを踏むとブレーキが解除されます。これがもうめちゃくちゃ楽です。この信号でのストップ&ゴーの多い街のりでは、あるのとないのでは運転の楽さがもう全然違いますね。はい、上りに入りました。で、今一般道なんですけど、東半車線出てきました。かなりきつい坂です。で、今50キロで走行しています。で、速度が下がってきたんでアクセルを少し踏み出しました。そうすると加速して50キロ戻りました。で、その後はですね、もうそんなに踏み出しないんで、特にそんなに失速することもなく快適に走ってくれてます。このぐらいぐんぐん進んでくれたら、もうキャンピングカーですが山道で渋滞を作ることもないと思います。もう本当に普通車と変わんないって感じですね。そしてすごいのがこのコーナリング性能ですね。びっくりしました。こんな感じで右へ左へずっとカーブ続いてるんですけど、もうめちゃくちゃロール少ないです。自分の乗ってるカムロードと比べても半分ぐらいのイメージです。やっぱり車体が軽いのと、このキャンピングカー専用の足回りですよね。リアのリーフスプリングとショックアブソーバーがトラビオは専用設計になっています。もうプロがチューニングしているんで、もう間違いないですよね。カムロードの場合だったら社外品の足回りパーツをつけてようやく快適に乗れるんですけど、これもうこのままで大丈夫です。むしろこれがいいです。こんなにもキャンピングカーのことを考えて設計してくれているメーカーは日本では5つぐらいじゃないでしょうか。はい、到着しました。第2駐車場の方に停めてくださいということなんで、こちらの第2駐車場に停めました。
向こうが温泉なんで少し離れています。この後ろは新幹線が通っています。結構音しそうですね。でもうすぐ横はマンションという結構街中の車中スポットになります。この場所でいいのかもちょっと今わかんないので、もう一回受付してそのままストップを浴びてきます。すごいなんか雰囲気あっていい感じですね。風呂上がりにこのキンキンに冷えた車内でキンキンに冷えた飲み物をいただく、これ本当に幸せです。温泉併設の車中泊スポットって最高のエンタメですよね。ちょっと罪悪感もあるんですが、それがまたいいんですよね。ここの車中泊スポットはトイレ夜12時までしか使えません。12時まではこの温泉のトイレを使います。それ以降は近くのスーパー24時間あるみたいなんで、そちらか駅のトイレを使用してくださいとのことでした。温泉の入り口にコインランドリーもありましたんで、長期車中泊旅している方はかなり重宝する車中泊スポットだと思います。ちなみに電源はプラス1000円、そしてゴミもプラス1000円で回収してくれるようです。チェックアウトは明日の朝10時で、車旅クラブの会員証があれば300円車中泊代が安くなります。エンジンつけたまま車中泊するのは NG ということでした。それではもうお腹ペコペコなんで夜ご飯いただきます。美味しそうだったこのナスビのお惣菜と、あとこの餃子、今回フライパンでここで調理してみます。お惣菜系はもう電子レンジで温めます。この家庭用クーラーと電子レンジ同時使用 OK です。このキャンピングカーはオプションの 2000W のインバーターがついています。なのでエアコンと電子レンジ、またはエアコンと IH 処理器など2つまで同時使用 OK です。
いただきます。ごちそうさまでした。アルミホイルで包んで焼いただけなんで、洗い物ゼロなのが嬉しいですね。それでは簡単に片付けていきます。これまた明日も使えますんで、もうここに置いておきます。調理している時は匂いしなかったんですが、食べている時にやっぱり餃子とかシューマイの匂いしたんで、軽くマックスファンで換気していました。その時にここの窓を開けて換気していました。そうするとこっから空気入ってこう出るんで、最小限の空気の移動で済んだんで、エアコンで冷えた空気が全部外に流れるんじゃなくて一部だけだったんで、この位置はやっぱりいいなと思いました。ただよく言えばやっぱり天井じゃなくてもうここにレンジフードがあったら一番空気のロスは少ないんで、車内で調理する方は欲しい装備だなと思いました。またはここ DIY とかでなんか常時置ける換気扇置いといた方がいいですね。ここだったら簡単に設置できそうです。今日一日食事とかで使ってみて思ったのが、このテーブルちょっと高いんですよね。なんかちょうどファミレスのような感じです。なので自分とか大人はちょうどいいんですけど、お子さんがいる家庭では少しテーブルが高いのでクッションか何か必要だなと思いました。でもこの天板の色すごいいいですよね。化粧板なんで水にも強くて汚れもすぐ落ちます。自分がプロデュースさせてもらうキャンピングカーもこういった天板の色がいいなと思いました。やっぱりウッド調の内装のキャンピングカーっていいですよね。その場にいるだけでキャンプ感を味わえます。今日含めて5日間車での生活になりますんで、できるだけゴミ減らしていきたいと思います。このリアのベッドの下のスペースかなり空いてますんで、ここに溜めていって溜まってきたら RV パークやキャンプ場で処分します。ハヤテのベッドは3箇所あります。まずはバンクベッド。こちら展開すると長さ 1950mm、横幅1600と一番広いベッドになります。そしてダイニットソファーもベッド展開できます。そうなると長さが 1800mm、横幅が 1100mm、身長170センチくらいでしたら快適に眠れそうです。身長180センチ以上でも斜めに寝れば大丈夫そうです。で、最後にリアの2段ベッドがあるんですけど、横幅は800なんですけど、長さがですね、1650と短いので、子供2人用になってます。ハヤテはコンパクトなキャンピングカーということで、街乗りしやすかったり、駐車もしやすいんですけど、こういうところにコンパクトゆえのデメリットがあります。なので、大人はこのソファーのベッドかバンクベッドになります。で、今日はこのソファーベッドで寝ます。はい、ベッド展開完了しました。結構早かったですね。1分ぐらいでベッド展開できると思います。これで完成かと思ったんですけど、まだ1800じゃありませんでした。ここですね。ここも取らないといけません。ここはマジックテープで取り外しができます。こちら置く場所がないんで一旦バンクベッド置いておきます。これで170センチの自分が足を伸ばしきっても当たりません。で、こっち側も足当たらないんで、このまましておきます。やっぱりここは高さがあるんで、
かなり開放的です。もしこのキャンピングカー自分が所有したら、多分ここでいつも寝ると思います。このコンパクトな車内どうなのか気になっていました。で、今日一日過ごしてみて感じたのは、高さがあるので窮屈さは感じません。自分の所有しているキャンピングカーが大きいので少しコンパクトさは感じますが、キャンピングカー内でできることは一緒なんですよね。少し狭いというだけです。そこをどう取るか人によって変わると思います。今回は一人で過ごしてますが、3人とかになってくるとまた変わってきそうな気がします。少し車内での動きづらさは出てくると思います。ただコンパクトさゆえのメリットはとても感じました。駐車や狭い道、道路上に障害物がある時など、比較的心に余裕ができて安心して走行できました。そして車内ではこのエアコンの効き具合、めちゃくちゃよく効きます。空間が狭い上にキャブコンのボディ断熱が効いていて、この家庭用エアコンではオーバースペックなぐらいよく冷えます。家庭エアコンの消費電力の少なさと、このキャンピングカーの断熱、そして車内のコンパクトさ加われば、バッテリーの消費もかなり抑えられるメリットがあります。今現在のバッテリー残量は 64% です。このまま朝までつけっぱなしで寝ます。いやー、しかしキャンピングカーって本当奥が深いですね。この車幅が少し変わるだけでこんなにも感じることがいろいろ変わるんですね。今回の5日間でこのコンパクトキャブコンの良さを体感したいと思います。いや、ぐっすり眠れました。このアプローチの睡眠アプリで睡眠ステージ出るんですけど、コア睡眠が5時間42分で、深い眠りが35分なんで、6時間以上ノンレム睡眠の状態があったようです。車中泊の場合は覚醒が多いんですけど、もう家で眠ったような深い眠りについていたようです。このソファーのクッション結構分厚いんで、下に薄い生地1枚だけ引いただけなんですけど、底付き感もなく快適でした。ただこの長さが180ということで、ちょっと自分が寝返り打ったりとか動いたりとかして頭か足がついた感じがあったんで、途中斜めに寝ました。そうするとかなり広かったんで快眠できました。現在の外気温がなんと 40.4 度。外の温度計はこんな感じで車の影になるところに設置しています。今影になっています。エアコンはもう本当によく効いたんで、ちょっと途中寒かったんで温度上げたりしていました。現在のバッテリー残量は 26% です。かなり減りましたね。さすがに外気温40度だとかなり消費します。サブバッテリーは本当何本あっても困らないですね。いただきます。ここで朝食も作っていただこうと思ってたんですけど、ゆっくり寝すぎてもうチェックアウトの時間です。なのでもう移動して移動先で朝食をいただきます。移動してるうちに走行充電でバッテリーも回復してくれると思います。この車はソーラーパネルはついてません。で、一応オプションでですね、600ワットまでソーラーパネル増設できるようです。やっぱり夏場クーラー使うならソーラーパネル欲しいですね。すぐ後ろ新幹線通ってるんで、
なんか設備の音とかで結構雑音はしていたんですけど、キャブコン内は本当に静かだったんでぐっすり眠れました。遮音性バッチリですね。はい、それでは再出発します。いやー、いいとこでしたね。で、今から行く場所なんですけど、今日は電源のない場所で車中泊しようかなと思ってたんですけど、サブバッテリーが全然残量ないんで、どこか RV パークか電源のある施設で車中泊します。とりあえず石川県を下道で南下していきます。この辺結構都会で車の交通量も多いんですけど、もう全然スムーズに走行できています。トラビオは6速 AT なんですけど、このシフトが結構スムーズです。加速の時はもう全然シフトショックなくスムーズにシフトアップしていってくれて、でこれブレーキ踏むとですね、自動でシフトダウンしてくれます。そしてエンジンブレーキがかかるんですけど、結構きつめのエンジンブレーキなんで、ブレーキをそんなに強く踏まなくても止まってくれます。はい、ちょっとコーヒー飲みたいんでコンビニ寄ります。はい、コンビニ駐車完了しました。車幅が 1770mm なんで、こんな感じでもう店の前に止めても大丈夫です。隣に車がいても問題なく出入りできます。自分の乗ってるキャブコンだと絶対端の方にいつも止めています。たまにコンビニとかでこの屋根が出っ張っている場所があります。そこだけ気をつけた方がいいですね。隣の車とは結構距離ありますんで、もうドア全開に開けても問題ありません。アイスコーヒーとモーモークレープ買ってきました。これ食べながらドライブ楽しみます。ドリンクホルダーは運転席のハンドルのすぐ右側にあります。これかなりいいですね。そしてトラビオはですね、この運転席周りが結構かっこいいんですよね。商用車のトラックというか、すごいスポーティーな感じがします。こういったピアノブラックインストルメンタルパネルが採用されています。この辺もそうですね。ドア内側はクローム調のパワーウィンドウスイッチがあります。メーターなんですけど、いすゞエルフミオのカスタム専用と同じメーターがトラビオにも採用されています。で、運転席のシートも結構かっこよくて、スウェーデ調とこの革のシートが採用されています。で、ここ真ん中も人座れますんで、例えば親子3人揃ってドライブも可能です。これはポイント高いですね。で、シフトレバーはこっちドライブで、こっちが倒すとマニュアルモードでシフトが任意にチェンジすることができます。で、その後ろがこれ電動パーキングですね。これをオンにしておくと、駐車した時にパーキングを入れるとパーキングブレーキが自動でかかります。電動パーキングの後ろ、これがオートホールドブレーキ機能です。これがね、本当にすごい神機能です。これをオンにしておくと信号待ちなのでブレーキを踏んで、ブレーキを離してももうずっとブレーキがホールドされている状態になります。で、再出発するときはもう一度ブレーキを軽く踏むか、ドライブ入れたままアクセルペダルを踏むと再出発できますんで、信号待ちの疲労度が全然違います。そしてこの足回り素晴らしかったのでちょっと映しておきます。リアのサスペンションなんですけど、キャンピングカー専用設計です。テーパーリーフサスペンションとスタビライザー、ショックアブソーバーが専用設計です。こちらが専用設計のテーパーリーフサスペンションです。通称板バネと呼ばれるタイプのサスペンションになります。ショックアブソーバーはちょっとここから見えないですね。スタビライザー見えますね。この横の棒ですね。これが専用設計のスタビライザーです。フロントのショックアブソーバーなどはエルフミオと同じだそうです。リアだけキャンピングカー専用です。こちらのおかげでもう乗り心地、段差ショックもかなり綺麗にいなしてくれます。そしてコーナリング時の傾き、ロールがほとんどありませんでした。もうこれは素晴らしいです。ハイエースのキャブコンといい勝負じゃないですかね。トラックベースの乗り心地とは思えませんでした。で、リアはダブルタイヤです。タイヤホイールサイズが15インチですね。フロントも15インチです。そして前後にディスクブレーキがついています。これのブレーキ性能も素晴らしいんで、また後でお伝えします。さあ、それでは今から下道で石川県をずっと南下していきます。で、調べたらですね、片山津温泉というところに有料の車中泊スポットがありました。そちら電源も使えますんで、一旦そちらに向かいます。で、そこで遅めの朝昼兼用のご飯を車内で調理していただきます。もうちょっと動いただけで汗が噴き出してきました。もう今回は温泉巡りの旅ですね。で、現在サブバッテリーの残量が 19% です。ここから下道でしばらく走行してみて何%増えるか確かめます。はい、ブレーキ性能なんですけど、これね、すごいよく効きます。
自分の乗ってるカムロードに比べてもかなり制動距離が短いのがわかります。シンプルにブレーキ性能がいいというのもあると思うんですけど、車重が軽いのと、あと速度が落ちるとシフトダウンしてそのままエンジンブレーキがかかります。その効果もあり、比較的短い制動距離で止まってくれます。やっぱりキャンピングカーで制動距離長くなるんで、これは安心です。その他、安全装備が充実しています。まずはプリクラッシュブレーキ、衝突の際衝撃を軽減してくれます。そして車線逸脱警報、ふらつき警報、誤発進抑制機能、先行車発進のお知らせ機能、車間距離警報など、高齢化社会の日本では安心な装備がついています。自分では大丈夫と思いますが、長期旅などでは何があるかわからないので、こういった最先端の安全装備はあると安心です。到着しました。燃費メーターに出てるんですけど、1リッターあたり 9.9 キロですね。そして1時間10分ぐらい走行したんですけど、サブバッテリーは 19% から 31% に増えています。今この車両についている走行充電器は約 500W 発電するんですけど、実際の製品版は 650W ぐらい発電するそうです。なのでもうちょっと増える感じですかね。ホテル周辺は田んぼに囲まれていて、すごいのどかです。では早速受付行ってきます。はい、車中泊の料金は3500円でした。で、今回ですね、ちょっと贅沢に夕食日帰りバイキング頼みました。これは4040円でタオル付きで温泉の料金も含まれています。ここロビーなんですけど、絶景が広がっています。目の前には芝山形と呼ばれる関湖が広がっています。かつてここは海だったそうなんですが、長い年月が経過して海から隔てられて浅い湖になったようです。ラグーンとも呼ばれているそうです。電源付きの駐車スポットはこの一角ですね。キャンピングカーって書いています。電源はこちら合計4口ありますね。トイレなんですけど、もうこの駐車スペースのすぐ横、あそこ入り口にありました。この距離は嬉しいですね。自販機もすぐ横にありますんで、お水などはこちらで購入できます。駐車場のすぐ後ろは絶景の芝生広場があります。で、ここ山かなり遠いので、ツキノワグマの出没の可能性はかなり低いと思われます。はい、電源つながりました。これでもクーラー使いたい放題、そしてサブバッテリーも充電されます。外部電源の入力はこのリアの下にありました。快適にリモートワークすることができました。このエアコンが気持ちよすぎて途中仮眠しちゃいました。でも時間がですね、現在夕方の6時です。日帰りで食べれるバイキングは6時から8時半までです。なのでもう今からお風呂入ってバイキング食べます。ここで本格的な調理もしたかったんですが、今日はホテルのバイキング食べて、明日からここで調理したいと思います。この新しいベース車両トラビオのキャンピングカーハヤテで初めて車中泊してみて、この2日間で良かったところ、気になったところ、いろいろ見えてきました。お風呂入ってご飯食べてから少しまとめて改めてお伝えします。もう電源は使いたい放題なんで、
エアコンつけたままお風呂行ってきます。ごちそうさまでした。ご飯美味しすぎておかわりしちゃいました。こんなに豪華な夕食食べられる車中泊スポットなかなかないんじゃないでしょうか。最高でした。あとはハの中でゆっくり過ごします。もうあとはこのキンキンに冷えた車内でゆっくりパソコンの編集や YouTube 見たりして過ごします。多分もうそのまま寝ちゃうと思いますんで、先にこの2日間新型キャンピングカーハヤテと一緒に過ごしてみて感じたことをお伝えします。まずは検証データからお伝えします。この新型エンジン 1.9 リッターディーゼルターボの燃費なんですけど、1リッターあたり街乗りは 9.9 キロ走りました。今回約80キロ山道や信号の多い市街地、信号の少ない郊外の道、均等に走りました。エアコンはもう常にフル稼働の状態です。カムロードだと1リッターあたり7キロぐらいなんで、トラビオはお財布にも優しいですね。明日高速道路走るので、どのぐらい燃費が伸びるのか楽しみです。で、次はこの家庭用エアコンのバッテリー消費なんですけど、12時間機能つけっぱなしで 58% 消費しました。日中の外気温は40度とかなり高温でした。この灼熱の街の中、アスファルトの上でキャンピングカー内で快適にこもれるのすごいですね。その分消費電力もすごいですが、晩婚では考えられない断熱性です。夏場はリチウムバッテリー何本あっても足りませんね。このハヤテの売り、車幅が 1770mm と通常のキャブコンよりコンパクトな車体で過ごしてみて感じたことなんですけど、車内で1人2人で過ごす分では全然問題ないです。むしろこの狭さは自分は好きです。で、収納も結構ありました。このリアベッドの下かなり広いんで、ある程度人数増えてもなんとかなると思います。ただ常時3人以上の車中泊旅になるともうちょっと広い方がいいかなと思います。小さいお子さんだったら全然問題ないと思います。ここが狭くなるんですよね。このキッチンとソファーとかマルチルームのこの通路みたいなところが狭くなります。通常のキャブコンだともうちょっと広いんですよね。もう誰かがここに立って何か作業してると、ここはもう通れなくなります。自分のジルだとなんとか2人通ることができます。結構朝方混むんですよね。複数で車中泊すると。あと気になったのはそのコンパクトさゆえにこの横でベッドが作れないことですね。リアベッドは 1650mm なんで、大人の男性は眠るのが厳しい人が大半になると思います。このコンパクトな幅は運転面ではメリットが多いので、その辺の今挙げたデメリットが問題ない場合はちょうどいいサイズ感だと思います。夫婦2人旅にはもってこいです。安全運転装置も多いので、いろんな方にお勧めできます。以上がざっくりと感じたことです。その他細かいこともありますので、感じたメリットデメリットをお伝えします。車内でメリット3つ、デメリット3つ、走行面で1つずつありました。それではまず車内のデメリットからお伝えします。このシンクの下にある給排水の給水と排水が大変でした。これが20リッターのタンクなんですけど、手前に給水で奥に排水があります。ベルト取って持ち出すんですけど、20リッターなんでかなり重たいです。何もないところで持つのは全然問題ないんですけど、ここかなり狭いんで腰が入りにくいっていうんですかね。もう本当に手の力だけで20リッターのタンクを持ち上げないといけないんで、筋トレみたいな感じですね。で、その重たいタンクを持ったまま階段を降りて出すっていう感じです。で、また排水も出します。で、またそれを持って階段上がって次狭いとこ入って、で、この体勢では入れるのが結構難しいんで、こう反対側になってこう入れるんですけど、ここがね、もうすぐ後ろベッドなんでかなり狭いです。
戸建ての方で外に蛇口があってそのままホース持ってこれる方は問題ないと思います。ただ排水出すとき一回給水タンクも出さないといけないんで、どっちみちちょっとしんどい体勢になります。そもそもこの車のコンセプト的にがっつりシンクを使うっていう感じでは考えてないかもしれません。もう一切水を使わないという選択肢もありかなと思いました。ただせっかくシンクついてたら使いたいですよね。自分がプロデュースするキャンピングカーはできれば外から給水と排水もできるようにしたいと思います。二つ目なんですけど、大人の男性がすぐに寝られる場所がありません。このソファーベッドが一番快適なんですが、この状態でベッド展開しようと思うと、まずソファーの荷物全部片付けます。で、テーブル上も片付けます。そこから展開になりますんで、ちょっと仮眠したい時に寝るには面倒です。となると、バンクベッドが一番パッと寝れるんですが、バンクベッドは高さの圧迫や熱が上に行ったりして、人によってはバンクで寝るの嫌な人もいてます。自分もちょっと苦手です。まだ自分は早手でバンクで寝てないので何とも言いませんが、このバンクベッドしかメインベッドにできないっていうのはデメリットかなと思いました。子供とかはね、かなり好きなんですけどね。なので、このコンパクトなキャンピングカーを購入考えている方は、一回バンクベッドでも寝転がった方がいいかもしれません。自分も今日バンクベッドで寝てみます。やっぱり自分はフロアで寝るのが高さもあって一番好きなので、自分がプロデュースするキャンピングカーは、もうこの縦に常設ベッドですね。できれば作りたいと思ってます。で、3つ目のデメリットは走行充電です。製品版は約 650W 充電されるということです。アンペアで言うと約50アンペア。悪くはないんですけど、このトラビオのオルタネーター、エンジンの動力を電気に変える装置なんですけど、そちらは 12V で150アンペアもあります。カムロードの130アンペアより高いんですよね。なので、もうちょっとこのオルタネーターの良さを引き出して発電が高かったらいいなと思いました。ただですね、オプションで高額になってしまうんですけど、日本特殊ボディさんは新開発のエネクルーズブロック2というのがあります。これすごくて自分も一度体感したことあるんですけど、アイドリングでなんと 2000W 発電します。夢のようなアイテムですね。次は良かったところなんですけど、まず一つ目、乗り降りすごいしやすかったです。ここの入り口が2段になっていて、一番下はかなり低いので、地面と高低差があまりありません。なので、ステップなどなくても階段のように乗り降りがしやすかったです。あとここにダンパーがついてますんで、ドア開けてなんかどっかに固定しなくても、もう手で開けるだけで勝手に固定されてダンパーで溜まってくれます。それも使い勝手良かったですね。結構強い風が吹いてもバタンと閉まることはありませんでした。次良かったのはこの車内料理時ですね。ここの窓とマックスファンの位置関係が良くて、この空気を吸ってそのマックスファンに流れていったんで、もう匂いが全然残りませんでした。このマックスファンは真ん中この辺についていることがあるんですけど、ここだったらここからの空気取り入れたらこう結構部屋全体の空気が変わってしまいます。外気温がちょうどいい季節はいいんですけど、暑かったり寒い日は温度が上がったり下がったりしますんで、できるだけ車内の空気は入れ替えたくないんですよね。なのでこのキッチン上にすぐあるのはいいなと思いました。できればやっぱりこのレンジフードですね。ここにあれば一番空気の入れ替わりは少ないと思います。自分がプロデュースするキャンピングカーも車中飯しても匂いが残りにくい構造にしたいと思います。そうすれば車内での楽しみも増えて、よりキャンピングカーのことを好きになっていただけると思います。3つ目のメリットは、ここの運転席と後ろの仕切りですね。ここがね、かなりいいなと思いました。このソファーを外すと、こんな感じで、行き来もできるぐらいの広さはあります。なおかつですね、この上部とサイド、しっかり板で仕切られてますんで、この断熱性がいいんですよね。ここカーテンで閉めるだけでもう完全に運転席と後ろ仕切れます。で、空気のこの流れもすごい少ないです。どんだけ後ろ断熱しても、この前の運転席とかはなかなか断熱できないんで、夏は暑かったり、冬は寒かったりします。なのでここの仕切りを完全に断熱できれば、キャンピングカーの断熱性能も活かせれるんですけど、結構仕切るのが難しいキャンピングカーが多いんですよね。この仕切りの開口部が広いキャンピングカーが多いです。ここがこんな感じで開いてるキャンピングカーが多いですね。自分も最初はそっちの方が好きだったんですけど、実際にキャンピングカー乗るようになって、今回暑い日とかですね、体感するともうできるだけここは断熱性能高い方が夏はエアコンよく効きますんで、ここの仕切りは暑い日や寒い日はかなりメリットだなと思いました。次走行面なんですけど、まずはデメリットからかなりいい走りをしてくれたこのキャンピングカーですが、肉のみでクルーズコントロールはありません。四駆はないんですよね。そしてクルーズコントロールありません。今は追従型クルーズコントロールも
かなり普及してきましたが、ついていません。やっぱりこの辺トラックベースということが原因だと思うんですが、やはり快適のためにクルーズコントロールは必須だと思いますので、走りがいいだけに惜しいなと思いました。肉ですが、電子制御がありますんで、横滑り防止ですね。そちらはついていますので、雪の上もそこそこ走行できます。なので、雪の降らない地域に住んでいて、たまに降るとこに行くぐらいなら、この電子制御の肉で行けると思います。トラビオのワンランク上の車両、B カムには両方ついています。ただですね、価格は跳ね上がります。次はデメリットまでいかないんですけど、気になったところ番外編としてお伝えします。ここにね、リアのバックモニターがついてます。これ常時映るんですけど、これの解像度が結構低くて、昼はまあそこそこ見えるんですけど、夜になるともうナンバーは白飛びみたいな感じになっちゃって、全く見えません。もうちょっと解像度高いカメラとモニターってないんですかね。まあ運転に支障はないんですけど、Amazon などでも高画質で安いドラレコも出てきてますんで、少し気になりました。まあでも Amazon の中国製も結構すぐに壊れちゃったりするんで、なんとも言いませんが、気になったのでお伝えしました。で、走行編のメリットは何と言っても走行性能ですね。びっくりしました。もうハイエースのキャブコンに匹敵する走行性能です。力強い低速域の加速、コーナーリング時のロールの少なさ、トラックベースの中ではピカイチですね。しかもよく止まるし、今からカムロード購入して足回りお金かけるならもう最初からこれでいいかもしれません。足回りも純正の安心感もあるし、保証も受けられます。ただ自分は運転席だけで、後ろは乗ってないんで、後ろの乗り心地はわかりません。リアの荷物はある程度合われていたんで、リアの乗り心地は少し悪いかもしれません。その辺もまた後日体感したいと思います。あとは高速道路どうかですね。一般道の走りは素晴らしかったんで、高速道路の上り、ジャンクションのコーナリング、あと一番気になるのが風の煽りですね。高速道路は高い場所にありますので、強風の場所が多いです。明日、三重県着いたらですね、伊勢湾岸道を走ってみます。あそこは海の上でめちゃくちゃ風が強いです。そこで煽られなければもう完璧なベース車両ですね。広いなぁ。バンクベッドで展開すると、このセカンドシートの椅子ですね。これ座ると自分は身長170センチで頭がついちゃいます。子供なら問題ないと思います。このバンクベッドで展開した状態だったら大人はこっち側に座った方がいいですね。それではもうちょっとパソコン作業してから今日はバンクベッドで眠ります。おはようございます。昨日バンクベッドで初めて寝てみたんですけど、心配していた高さの圧迫感もなく快適に眠れました。横幅が1600ミリありますんで、一人で寝ると寝返り打ち放題です。家のベッドより広いんでぐっすり眠れました。はしごがないんで、ここの台に足かけております。出発の準備ができましたんで、早速再出発します。今ここは日本海側の石川県なんですけど、ここから高速道路に乗って太平洋側の愛知県へ行きます。 Google マップで200キロ4時間半と出ています。キャンピングカーなんでゆっくり行きます。なのでだいたい高速道路5時間ぐらい移動すると思います。途中サービスエリアで車中泊します。
大江戸温泉長山さん、ありがとうございました。豪華ディナーもついて快適な車中泊ができました。また来ます。いやー、運転が楽しいです。このトラビリオ、本当にいいベース車ですね。トルクもあるし、コーナリング時のロール、横揺れですね。これがすごい少なかったです。トラックベースなんですが、乗用車に近い乗り心地です。今日の高速道路はどうでしょうか。確かめたいのが、東安車線のような急な上り坂、他の車についていけるでしょうか。そしてキャンピングカーの大敵、横風の煽りですね。どのぐらい揺れるでしょうか。個人的にはその辺が気になりますので、今日しっかり体感します。明日、日本特殊ボディ三重店に行きます。三重県と愛知県をつなぐ強風の高速道路、伊勢湾岸道があります。そこ走行して横風の煽り体感します。あと今回長距離なので、高速道路の燃費も計測します。はい、高速道路入る前にコンビニ寄って食材買っておきます。コンビニのこの段差どうでしょうか。おお、すごいですね。綺麗にショックをいなしてくれます。もっとガタンガタンなるんですけどね、キャンピングカーって。これは快適です。コンパクトなキャブコンなんで、もう店の真ん前止めました。右側少し空いています。左側もこんだけ空いています。横幅が 1770mm なんで 2m 以下にしっかり収まっています。全長も 4930mm なので 5m 以下の一般的な駐車場でしたら大丈夫です。一般的なキャブコンだったらこのボディからですね、シェルが横にはみ出しています。でもハヤテはほとんどはみ出していません。かなりスリムですね。これ高速道路、風の抵抗も少なそうです。でバンクもね、流線形というんですか、少し先端がとんがっていて風がちょうど流れる形になっています。リアはダブルタイヤなんで直進安定性も良さそうです。でこの3日間一般道走ってみて感じたのが、この専用のキャンピングカー専用にチューニングされたリアのショックアブソーバーやリーフスプリング、そしてスタビライザー、こちらの装備が本当に素晴らしかったですね。これトヨタカムロードだったら社外品で50万円から80万円ぐらいかけた装備になると思います。はい、40キロから80キロまでフル加速しました。かなりスムーズに80キロに達しました。最初軽く踏んでもあんまり加速しなかったんですけど、ガッと強めに踏み込むとエンジンの回転数が上がって急加速してくれました。そこからは一瞬で80キロに達しました。これならどんな高速道路の合流でも問題なくできると思います。高速道路入ってから15分ぐらい走行しました。少し走ってみて感じた直進安定性なんですけど、横もなく負荷もなくといった感じです。今のところふらついたりすることはないんですけど、なんかどっしりもうまっすぐ走ってるという感じはしません。ステアリングを少し動かすとすぐクイックに動く感じです。この辺はトラックベースのキャンピングカー全部に言えることなんですけど、ホイールベースが短いんですよね。ホイールベースは前輪と後輪のタイヤの距離になります。短いのでよく曲がります。最小回転半径はなんとトラビオは 4.4 メーターとトヨタカムロードよりも小回りが利きます。その分直進安定性が犠牲になったのか確かめたいですね。今んとこ風の煽りもなく順調に走っています。直進安定性の良し悪しが顕著に出ると思いますので、また風が強くなってきたらお伝えします。はい、ここからしばらく山間部に入ります。燃料給油するとこないので今満タンにしておきます。燃費計測したいのでトリップメーターゼロにして燃費も計測します。ここのサービスエリアは道の駅も併設されています。トイレをお借りして少し食材買ってきます。
で車内で少しお茶します。で帰ってきた時に涼しいようにもうエアコンつけておきます。現在車内後ろが 35.1 度、かなり暑いです。サービスエリア駐車枠のすぐ目の前が南城サービスエリア、お土産屋さんとトイレとファミマとスタバがあります。でスタバから少し歩けば道の駅南越前があります。福井県の山々が見えます。景色もいいですね。今ちょうど七夕の季節なんで願い事がたくさん書かれています。楽しい旅行になりますように、今の幸せが続きますように。本当そうですよね。ここのサービスエリアや道の駅はアクセスがいいので旅行中立ち寄る方も多いんでしょうね。こうやって人の願い事を見るのも楽しいですね。どこかなーってこれ一瞬で分かりますね。いただきます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。こうやって高速道路上でも地元の食材をいただけるのはありがたいです。ソースカツは2カツもあり、味も濃くお昼ご飯にはぴったりでした。そして卵寿司なんですけど初めて食べましたがありですね。卵はすごい薄味で優しい味です。そして中のご飯は酢飯でした。ちょっと卵が半熟気味なんで卵かけご飯の雰囲気もあって毎日食べたくなるような味でした。この冷蔵庫の容量が88リッターもありますんで、もう一人使いではめちゃくちゃ余ります。家族3人でも 2,3 日の旅行は大丈夫なぐらい容量があります。はい、それではちゃちゃっと片付けます。ゴミはこのリアベッドの下に溜めていっています。で昨日までのゴミはもう RV パークで処分しました。このリアベッドの下は全部が収納になりますんで、もう大容量の収納になっています。その他収納の場所としてはこの2段ベッドの上のところですね。ここに結構奥行きのある物入れがあります。そしてキッチンスペース上段に収納で、このシンクの下に清水タンクと排水タンク、そしてその横スペースちょっとあります。でその横、これが結構使い勝手良かったです。ここに今自分はお箸とかこういったハサミとかですね、スプーンとか入れています。その下も全部収納になってます。この扉は入り口側にあります。2段になってますね。あとはこのダイネットの上ですね。ここも大きめの収納が2つあります。かなりアクセスのいい収納なんで、食材や着替え、調理器具など入れてもいいですね。そしてソファー下は電装系や FF ヒーターなど入ってますんで、収納としては使えません。このソファー下はアクセス悪いんで、もうあまり開けることのないキャンピングカーの装備が入っています。入り口、冷蔵庫の後ろ、ここにね、隠し収納みたいな感じで結構なスペースがあります。あとマルチルームもあります。今回は自分荷物を置いています。結構な広さありますんで、ラップトイレなど置くことも可能です。以上が収納です。この車コンパクトなんですけど、収納はまあまああります。この3日間車幅がコンパクトなこのキャンピングカーで過ごしてみて感じたことをまとめると、
大きなフル装備のキャブコンとハイエースのバンコン、一番大きなタイプの中間といった感じです。めちゃくちゃ広いというわけではないんですけど、これ高さも十分あって1910ミリあります。なので窮屈さは全く感じません。1人2人で過ごすには十分な広さがあります。気になった点は大人が乗れる常設ベッドがないぐらいです。これ長さ1650ミリなんで子供用のリアベッドになります。ただこのバンクベッド展開すぐだったんで、こちらをメインベッドにすれば問題ないかなと思います。今日もこのバンクベッドに寝てみて、メインベッドとして使えるのか、準備片付けも含めて体感します。この運転ではね、幅がない分すごい楽です。街乗りではどこでも気軽に止められるし、多少この車線内でですねふらついてもこの線の中に収まってますんで、他の車に迷惑をかけることも少ないと思います。今回こちらのキャンピングカーをベースにクピオプロデュースのキャンピングカーを製作予定です。今回のこの5日間の旅をもとに気になるところを改善してプロデュースキャンピングカーに取り入れて、実際の車中旅で使いやすいキャンピングカーを作りたいと思います。最後にどんなキャンピングカーにするかレイアウトも含めて発表したいと思います。はい、じゃあエアコン切って出発します。現在のリチウムバッテリーの残量は 76% です。このキャンピングカーは今 400Ah の容量のリチウムバッテリーが搭載されています。走行充電の発電量はまだ上がるそうなんですが、現時点での高速道路の走行充電の発電量も調べておきます。ここから何時間か走行してから何%増えたか確かめてみます。はい、ちなみに今現在エンジンかけただけなんですけど 37A 入力されています。13.37V と表記されていますんで、ワット換算で約 500W 走行充電でサブバッテリーへ充電されています。はい、満タンになりました。でこのトリップメーター B をリセットしておきます。はい、東岸車線現れました。かなりきつい上りになっています。現在前のトラックに合わせて約70キロで走行しています。でちょっと失速してきたんでアクセルを軽く踏みました。そうするとまた再加速して70キロにキープしてくれています。もうこの速度帯では全然問題ないですね。ちょっとこの状態で加速できるか試してみます。はい、東阪車線のきつい上りだったんですけど、加速して追い越すことができました。アクセル強めに踏むとプラス10キロすぐに加速してくれました。この性能なら上り坂で大名行列を作ることもないと思います。むしろ流れを引っ張っていける能力はあると思います。はい、滋賀県までやってまいりました。結構走りました。ここのパーキングエリアコインシャワーありますんで、シャワー浴びてもう今日は早めに車内で仮眠して明日の朝出発します。でこんな感じでこのパーキングエリアもうトラックがずらーっと休まれています。でエンジンもつけっぱなしなんでかなり音はします。なのでこの状態で騒音どのぐらい中に入ってくるのか眠れるのか遮音性を確かめます。お、かなり静かになりました。聞こえないことないんですけど、このぐらいだったらもう全然問題ないと思います。今パソコンちょっとつけっぱなしだったんで、このインバーターのファンの音がしてるんですけど、そっち側の方が大きいぐらいです。サブバッテリーの残量が 85% まで回復したんですけど、なんかエアコンがですね一旦切ったんですけどまたついてました。それに気づいたのが滋賀県入ってからなんで、正確な走行充電の発電量が分かりません。なので今日またクーラーつけてバッテリーかなり減りますんで、明日走行してどのぐらいバッテリー回復するかチェックしておきます。ここのエントランスのドアなんですけど、ダンパーついてますんで、こう開くとここで止まってくれます。なのでここで何かロックする必要もありません。このドアいいですね。車内エンジンの熱が結構上がってきてましたんで、マックスファン回して少し換気しています。ここですね。
こんな感じで今のシャワーの状況がリアルタイムで見れます。これはいいですね。はい、じゃあ行ってきます。いやー、さっぱりしました。今日も何やかんやいて体汗ばんでたんで気持ちよかったです。シャワーは10分300円でした。10分ちょっと足りないかなと思っていたんですけど、水の量すごかったんで5分余っちゃいました。ドライヤーも無料で使えました。はい、火もすっかりくれました。で、ハヤテなんですけど、透過類が LED ですごいかっこいいんですよね。リアはシーケンシャルウインカーです。夜光らしてみます。流れるウインカーかっこいいですよね。これ後ろ走っていてキャンピングカーがこんなウインカーだったら一瞬おって思いますよね。フロントのウインカーもこんな感じで LED です。ヘッドライトとかもね LED なんで一回つけてみます。夜めちゃくちゃかっこいいですよね。この縦の LED やいすゞが光っています。でこれなんとですね、ここギミックがあってヘッドライトウォッシャーあります。ここウィーンってできてウォッシャー機がバーって当たって、この雪とかでも溶かして視界を見やすくなります。 LED ライトの欠点が克服されています。ちょっとやってみますね。これやばいですね。これを出すために雪道走りたいです。いや、いいもん見れました。この辺いすゞはちゃんと最近の車のように透過類や車の装備なども進化していってる感じですね。それでは車内でゆっくり休憩します。いやー、しかし本当ハヤテのエアコンはよく効きます。この位置なんで直で当たるっていうのもあるんですけど、比較的コンパクトっていうのもあるんですけど、構造上よく効くようになっています。このリアベッドの上部はカーテンで仕切っています。でこのリアの下ですね、この下はかなり熱くなっています。でもここはしっかり断熱が効いています。なのでリアベッドの収納部分結構広いんですけど、冷やす空間が狭まっています。あとは運転席との仕切りですね。ここ結構板で仕切られてますんで、ここしか空気が出入りするとこありません。なので効率よく冷やすことができます。ちなみにエアコンは標準装備です。これは嬉しいですね。で FF ヒーター、暖房とこのマックスファンはオプションだそうです。この昨日買ったホルモン鍋まだ凍ってます。冷蔵庫のこの上の部分ですね、ここは冷凍庫になっています。軽い仕切りなんですけどかなりよく冷えています。今日の晩ご飯なんですけど、このコンビニで買ったホルモン鍋に麺ですね、これぶっこんだら美味しいんちゃうかなと思います。ちょっと一回やってみます。
めちゃくちゃ美味しそうですね。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。あんなにあった汁が一滴決まりません。全部麺が吸ったんですね。そのおかげで麺が濃厚でホルモンの旨味をたっぷり吸っていました。こんなに簡単でお手軽に美味しいもの、コンビニアレンジで作れるんですね。麺入れて正解でした。皆さんもぜひ明日の帰りローソンに寄ってホルモン鍋に麺をぶち込んでみてください。めちゃくちゃ美味しいです。結構ね、ホルモングツグツ煮たんですけど、匂い今ほとんどしません。この周りに汁などが飛び散らないように対策すれば、ある程度匂いの出る車中飯でも早手なら問題ないことが分かりました。さあ、それではもういい時間なんで、そろそろ眠ります。今日はまたバンクベッドで眠ります。歯磨きだけ済ましてベッド展開します。それではバンクベッド展開していきます。昨日はこういった敷布団とか何も置いてない状態で展開して、でその上に引きました。で今回も一回敷布団を敷いてます。でそれをこんな感じで降りてたんで、ベッド展開してみます。半分ぐらいまで引きます。でさっきこの下のマットですね、これを出します。でもう全開まで引きます。でマットをはめます。であとは折りたたんでいた敷布団と掛け布団を伸ばせばベッド展開完了です。これ皆さんどう思われますかね。こんだけの展開なんで大丈夫だと思う人もいてるし、これメインベッドとして使うなら毎回こんだけマットはめたりとか引いたりとかちょっとめんどくさいなっていう人もいてると思います。この辺は人によって分かれるかもしれません。で昨日はですね、ベッドに上がってから携帯充電器やこういった Apple Watch の充電器、あとエアコンのリモコンとかですね、この辺ちょっと何回も置いてしまったんで、もう今回上げておきます。これ結構重要です。電気はこれすごいいいなと思いました。このバンクベッドだけ残せます。あとはここ手元で消せますんで、こんな感じで。なのでもう下に降りてくる必要はありません。いや、いいですね。この空間落ち着きます。やっぱりこの横に広い広大なスペースですよね。これは快適です。自分はあんまりバンクベッド好きじゃなかったんですけど、このハヤテのバンクベッドは結構いいなと思いました。ただちょっとやっぱりですね、
下に比べると気温は高い気がします。こっち側に冷気溜まりますんで、なんかサーキュレーターとかでこっちに冷たい風を送ってくれたらちょうどいいかもしれません。もしくはもうエアコンをですね、1度か2度ぐらいさらに低く設定しておいたら、下は寒いと思うんですけど上はちょうど良くなると思います。それは一人で使う限定になっちゃうんですけど、何か対策すれば快適な温度になりそうな気もします。で、ここ騒音なんですけど、バンクベッドって結構響いたりするキャンピングカーも多いんですけど、ハヤテはそんなに響いていません。実は今横にもトラック休憩されています。こんな感じでもう小型車枠を4つぐらいですかね使って休憩されているトラックもいらっしゃいます。多分もう大型の枠はないんでしょうね。多少はエンジン音聞こえるんですけど、自分はもう全然問題ないと思います。アップルウォッチつけて睡眠の質を測りながら眠ります。明日最後なんですけど、伊勢湾岸道を走ってから日本特殊ボディ桑名店さんに行きます。で、そこでこのハヤテを手にされるそうです。もしこの車気になった方いらっしゃいましたら、日本特殊ボディ桑名店さんに行けば見れるし、多分試乗もできると思います。走りがね、ほんとすごいいいんで、ぜひ体感してほしいです。今日も運転していてすごい楽しかったです。なんかキャンピングカー運転するときってトラックを運転するぞっていうちょっと肩に力が入るんですけど、このトラビオベースのキャンピングカーハヤテはスイスイ走ってくれるので、ほんと毎日買い物行くときでもパッと乗れそうな気がします。気軽に乗れる感じですね。明日も最後ドライブ楽しみたいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。とても気持ちいい朝です。うわ、これすっごいな。よく寝てます。これ Apple Watch のアプリで睡眠の深さがわかるんですけど、このコアと深いのが深い眠りですね。ほとんどがもうそういった睡眠です。そしてこの覚醒っていうのが知らない間に起きてるんですけど、もう2回しかなくて、時間にすると3分です。もう本当に家のように深い睡眠で疲れも取れました。車中泊の場合、意外と騒音などで翌朝なんかだるいなとか疲れが取れてないことが多いんですけど、ハヤテは遮音性バッチリなんで深い眠りについていたことがデータでもはっきり分かりました。降りるときはここの台ともうテーブルに足乗せて降りました。はしごがなかったんで、もうこれがデフォルトかもしれません。バンクベッドの収納なんですけど、やっぱりちょっとマット外してこう奥にして押すっていう行為がそんなに大変ではないんですけど、メインベッドとして毎回するなら自分はちょっと手間かなと感じました。このマットだけならいいんですけど、その上に敷布団と掛け布団をまたセッティングしないといけません。そして冬場ならもっと分厚い布団、毛布とかそちらもセッティングし直さないとダメなんで、そう考えるともうちょっとなんかスマートな方法があったらいいなと思いました。現在の外気温が 35.9 度、中は 26.4 度ですごい快適です。エアコンもずっとつけっぱなしで快適でした。バッテリーは 27% まで減りました。この電子レンジなんですけど、すごい反射します。なのでちょうど鏡側になって使い勝手いいです。もう出発しようかなと思ったんですけど、ちょっとお腹空いちゃったんで、パンありますんでフライパンで調理してパパッと朝食いただきます。電気が心配なんですけど、 IH ヒーターは短めに使用します。
アルミホイルを使ってひっくり返しただけなんで、全く洗い物出ないのがいいですね。いただきます。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。で、今ですね、バッテリー残量が 17% まで減ってきました。これはもうそろそろやばいですね。エアコン切っておきます。この三菱の霧ヶ峰は切ってから内部クリーンですね。エアコンって中結露がついて汚れやすいんですけど、この内部クリーンがあれば比較的結露も少なくて汚れにくいモードになります。この内部クリーンの難点はすぐに出かけたいとき、インバーター切りたいときですね。このまま切ると途中で内部クリーンが止まっちゃいます。ちょっと片付けながら5分ぐらい様子見ます。5日間ここで調理してみて感じたことなんですけど、最初ね、結構狭いかなと思ったんですけど、こうやって IH 調理器置いてもまだスペースちょっとありますんで、問題なくフライパン料理はできました。で、こっち側の冷蔵庫の上のテーブルがすごい使いやすかったです。材料とか一旦こっち置いて、で、こっち側で調理するということができました。よくキャンピングカーなどはこのシンクのテーブルの横ですね、ここ跳ね上げ式のテーブルがあります。でもここ収納ありますんでつけられないんで、ここにですね、何かスライドでガッてこう板が出てくるような感じですね。あればもう最高だと思います。そうするとかなり広い調理台になります。この天板の色なんか統一感あってすごいいいですよね。この白とかグレーベースなんで無機質なビジネスホテルっぽい雰囲気もありつつ、こういった木の天板があることによって非日常的な山小屋感のある雰囲気もあってすごいいいですね。自分はこういった木の方が好きです。さあ、それでは伊勢湾岸道行って強風の煽り体感してみます。で、行くルートなんですけど、この伊勢湾岸道できるだけ長く走りたいので、この端から入って右側の方に抜けます。なんでこのちょっと山の方ですね、今から一般道を走って、で三重県の桑名市ですかね、その辺あたりから伊勢湾岸道入ります。で、エアコン内部クリーンあるんですけど、もう出発しますんで切っておきます。これで走行充電器の発電量も調べます。はい、現在 17% です。トラビオ、すごい視界がいいんですけど、このトラビオの元になるいすゞのエルフミオ、その場合でしたら、ここにね、収納があるんですけど、トラビオの場合は視界を良くするためにここないそうです。このトラビオは最先端装置がたくさんついています。安全装置以外に車両状態監視システムもあります。車のメンテナンス情報以外に車が不調になった時にいすゞに共有したり問い合わせができるシステムです。あとはいすゞのサービス向上検索や DPD 不調、アドブル残量、バッテリー電圧、エンジンオイル交換までの残り距離、そしてエンジンの異常状態、この辺が常に監視できるシステムです。ステアリングの左にスイッチがあって、それを切り替えていくと車両の状態が分かります。これは安心ですね。新名神高速道路に入りました。で、ここから間もなくしたら伊勢湾岸道です。はい、伊勢湾岸道入りました。ここから風がすごく強くなります。で、今吹き流しなんですけど、そんなになびいてなかったんで、多分風速はそんなに強くないかなと思います。今トラックが追い越しかかったんですけど、その時ちょっと風圧で揺れました。はい、今も完全に海の上です。景色はいいんですが、少し怖さもあります。時折横風が突風みたいな感じですね。それが車体に当たってる感じがハンドルを伝わって感じます。ちょっと横に揺れる感じですね。で、軽く修正打を打てばまっすぐ走ってくれる感じです。でも今日はね、そんなに風が強くないんで、あんまり揺れません。今右手に遊園地があるんですけど、この辺になるとちょっと風が強くなってきました。さっき吹き流しが下だったのがちょっと上がってきて、
だいたい風速7メーターぐらいですかね。車体に当たっています。で、速度は現在約70キロです。このぐらいの速度でしたら全然問題なくまっすぐ走ってくれます。どっちかやったらもう前トラックが通り過ぎる時の方がちょっと風圧を感じるぐらいです。でこの先がですね、ずっと渋滞してるみたいなんで、この伊勢湾岸道だいたい半分ぐらいですかね。そこで降ります。はい、ちょっと公園とかで駐車できるとこ探します。こんな感じで急に初見の狭い道も安心して走れるのはコンパクトな車体のおかげですね。ちょうどいいところに無料の広い駐車場ありました。いや、のどかでいいですね。心が洗われます。この走行中、後ろはエアコンつけてなかったんですけど、この天井とかですね、全然熱くなっていません。このバンクのところも熱くなりやすいんですけど、もうぬくくもないですね。天井は直射日光ずっと当たってるんで、かなり熱くなるんですが、やっぱり断熱ボディすごいですね。とうとう5日間の車中生活終わりました。すごい楽しかったです。一人でのコンパクトキャブコン旅、これは究極の車中泊旅だと思いました。この高さだけ気にすればどこでも行けます。車内は強力な断熱のおかげでエアコンの効きもよく立って生活できるので快適です。やっぱり人間はたまに立たないと体の調子が悪くなります。なので横幅が少しコンパクトでも高さがあるので何ら窮屈に感じることはありませんでした。今回の高速道路旅で新たに感じたことありましたのでお伝えします。その前にまずは検証データ系からお伝えします。まずはこの炎天下でのエアコンの消費ですね。昨日夜6時ぐらいから使い始めて一晩経って約 59% リチウムバッテリーが減りました。400Ah のリチウムバッテリーなんで、この時期 300Ah は必要ということになります。調理で IH ヒーター10分ぐらいと、あとは電子レンジ、照明や冷蔵庫もつけっぱなしです。リチウムバッテリーはできればやっぱ 400Ah 欲しいですね。もういけるなら 800Ah でも 1000Ah でも何本あっても困りません。そして走行充電なんですけど、16% だったのが1時間20分走行して 27% まで増えました。なので1時間で 10% ちょっと増える感じですね。1時間 10% なので 100% に走行充電でしようとしたら10時間近く走らないといけません。ただ製品版はもうちょっと充電量多くなるようですが、大容量のリチウムバッテリー搭載するならソーラーパネルか、もしくはもっと強力な走行充電器が必要ですね。次、高速道路の燃費なんですけど、1リッターあたり 11.3 キロ走りました。これ途中からリセットボタンを押しましたんで、157キロの走行データになります。昨日一般道では1リッターあたり 9.9 キロだったので、カムロードに比べたらだいぶいいですね。しかも軽油なので燃料価格も安めです。これなら普段使いできるレベルですね。この一般道では走行性能の良かったトラビオベースのハヤテ、今日の高速道路旅での感想なんですけど、昨日の一般道と同じですごく走りやすかったです。キビキビ走ってくれるイメージです。高速道路ジャンクションでの結構きつめのコーナリングですね。その時もロール少なかったです。傾きがあまりなくスムーズに走ってくれたんで、横転のリスクも少ないんじゃないかなと思います。そして加速ですね。東半車線のようなきつい上りでも加速して追い越しできるぐらい余裕でした。やはり軽さとトルクに余裕があるんでしょうね。ディーゼルエンジンはキャンピングカーにはぴったりですね。風の煽りについてなんですが、最後の伊勢湾岸道はそこまで風が強くなかったので強風じゃ分かりませんが、風速7メーターくらいだったら問題ないレベルです。全く揺れないというわけではないんですけど、キャンピングカーにしては揺れは少なめでした。また強風時走行してみたいですね。最後に今回の高速道路旅で新たに感じたメリットデメリットをお伝えします。2つずつありました。1つ目はこのバンクベッドです。リアベッドの長さは1650なんでメインベッドとしては使えません。ここのソファーベッドも展開に時間かかってしまうんで、このバンクベッドをメインベッドとして使えるかという点で使用してみたんですが、ちょっと寝る前に展開するには気が重いなと思いました。さあもうお酒も飲んでご飯も食べてそのまま寝るぞって言った時に、これ一回引いて、でマット奥のやつを持ってきてはめて、で布団敷いて、で上がって寝るんで、ちょっとやる気スイッチがいるなと思いました。今だったら3アクションぐらいなんで、なんか1アクションでもすぐ寝れたらいいなと思います。それだったらメインベッドとしても全然問題ないかなと思います。なんか電動とかでウィーンって降りてきたら最高ですよね。でここの空間自体は全然問題なかったです。というか快適でした。騒音も少ないし、ベッドマット硬いかなと思っていましたが、朝起きたら問題なく快眠していました。
あとはベッドに乗り降りする時のはしごですよね。今はテーブルなどに足かけないといけないので、なんか簡易的なはしごあればいいなと思いました。収納場所に困らないタイプのはしごで、コンパクトなのもあればいいですね。もうこの下までつかなくていいんで、途中まででもいいんで、あればいいなと思いました。もう一つデメリットありました。この冷蔵庫なんですけど、すごい使い勝手も良くて、大きくて位置も良かったんですが、よく冷えるように排熱処理されています。ここなんですけど、ガラリーがついていて、でここからですね、結構あったかい風が常に出ています。エアコンで冷たい風が来るんで、車内は冷えるんですけど、この熱をなんか外に出せるような仕組みがあればいいなと思いました。で、次、良かったところなんですけど、リアのチャイルドベッドスペースなんですけど、ここ、長さが1650で、横幅が800あります。ここ最初なんか無駄なスペースかなと思ったんですけど、1人2人で使うなら、ここはベッドでは使えないので、違う形で利用できます。そう考えるとかなり広大なスペースになります。で、いろんなアレンジができるようにもうこれ簡単に外せるようになってます。下も外せます。なので思い切っても全部取っ払っちゃって家に置いといてもいいですね、マット。そうなると、ここにですね、いろんなものが置けます。自分のキャンピングカー、ジル520の場合は、ここにトイレ置いたり、テーブル置いてドレッサーにしたりしています。そういった感じで、オーナー一人一人がそれぞれのアイデアで面白い使い方できるのは、なんかいいですよね。これぞキャンピングカーの楽しみといった感じです。皆さんならどう使いますか？なんか夢膨らみますよね。二つ目のメリットは、この価格なんですけど、1000万以下で新車のキャブコンが買えます。オプションなど何もつけていなければ1000万以下です。エアコンは標準でついています。1000万以下といっても安くはないんですけど、今キャンピングカーの値段が上がってきて、ハイエースのキャブコンなどは1000万円以上軽くします。そう考えると、この新型のベース車両、トラビオベースのキャブコンはありなんじゃないかなと思います。で、日本特殊ボディさんは家具の精度がすごい高いんですよね。今回の走行中、家具のきしみ音も全くしませんでした。かなり長距離走ったんですけど、全くきしみ音はありませんでした。日本のメーカーさんなんで、メンテも安心ですね。で、この分厚い断熱ボディが全体覆ってますんで、遮音性と断熱性もすごくいいです。このキャンピングカー単品で見るとそんなに安いとは思わないかもしれませんが、他のキャンピングカーと比較すると新型ベース車両のキャンピングカーも視野に入ってくると思います。ちなみに今現在の納期は半年から10ヶ月ぐらいだそうです。以上で今回の5日間車中泊生活でのハヤテの感想になります。新型ベース車両しばらく乗ってみて、自分がキャンピングカープロデュースするならどういったキャンピングカーになるかいろいろ考えましたんで、ここで発表させてもらいます。まずこのダイネットスペースなんですけど、このスペースはこういった感じで対面という感じではなくて、こう横にソファーがあって、でここ一人座れる L 字型がいいかなと思います。逆 L 字っていうんですかね。でここ1箇所だけ椅子置いて、デュカトのような回転椅子がいいかなと思いました。こうくるって回転するやつですね。そうすると前向きで前に3人で後ろもう1人、ここチャイルドシートもつけられます。で停車中はくるっと回ってここを囲むような感じで4人が座れます。でここのダイネットスペースのこっちが後ろなんですけど、こういう感じで後ろまで常設ベッドにしたいと思います。で常設ベッドのその奥ですね、向こうがマルチスペースになります。そしてマルチスペースのここがもうそのままキッチンですね。昔グローバルというビルダーさんがいたんですけど、そのキャンピングカーの中でユーロスターというキャンピングカーがありました。そのレイアウトが今言った感じのレイアウトでした。パッて入って何も障害物もないんで、すごく広く感じるんですよね。しかもここは常設ベッドなんで、もうすぐゴロンとなれます。で奥から長さ的にここまでが150なんで、もうちょっと欲しいんで190か2メーターですよね。なんでここ延長しないといけません。でここは簡単にワンアクションで延長できるようにしたいと思います。こうパタンと延長されると結構視界が閉鎖的になっちゃうんで、こう引く感じがいいかなと思います。でこの常設ベッドの下は広大な収納になりますんで、ベッドをこうダンパーで上げてなんか荷物を入れれるようにしたいと思います。でこっちが側面は何か収納棚とかですね、すぐ取れるもの、調味料や簡単な家電製品とか置けるようにしたいです。でここはマルチルームになります。トイレとシャワー両方できるようにしたいと思っています。でこのマルチルームがそのマルチルームと仮定して説明しますと、シャワーはできるようにして、でトイレなんですけど、結構ね出し入れがめんどくさいなと思いますんで、こうトイレラプポンとか置いて、こうスライドで横に収納できるようにしたいと思います。ちょうどこのマルチルームの横ですね、ここはベッド下になりますんで、広大なスペースがあります。そこでラプポンが収納できるようにしたいと思います。でキッチンなんですけど、少し狭くなると思いますので、何か跳ね上げ式で延長できるテーブルはつけたいですね。
で、車内で調理も楽しめるように、ここにレンジフードをつけたいと思います。で、この壁なんですけど、逆にもう窓なくしてもいいかなと思います。というのもですね、調理した時に結構汚れが飛びます。その時に拭き掃除しやすいように、平らな方が逆にいいかなと思いました。もしくは、油跳ねガードとかですね、そういうのを囲めるものを置いて、ですぐに収納できるようになんか考えたいと思います。そうすれば、車内で調理しても、車内に匂いが残らず料理を楽しめると思います。そしてバンクベッドなんですけど、やっぱり先ほど説明した感じで、ワンアクションですぐに展開できる方がいいですね。ここ、もう引くとそのままなんかマットがついてくるような感じですね。それがいいと思います。もしくは電動の昇降式のバンクベッドですね。そんなんもいいですよね。とにかく寝るのに手間がかからない、めんどくさくないキャンピングカーが長い目で見ればいいと思います。で、今回コンパクトキャブコンということで、横が狭いので、この通路がやっぱり狭かったんですね。で、ここをどうするか問題ですね。このハヤテは全幅 1770mm なんで、プロデュースキャンピングカーはこのサイズでいくか、もしくは1990ギリギリまで広げるか、すごい悩ましい選択です。運転では幅は狭い方がいいんですが、車内では広い方が快適です。今回の旅で狭いキャブコンもありだなと思いましたが、自分の妄想の進行方向への立て方、常設ベッドになると通路が狭く感じるかもしれません。この辺は実際に日本特殊ボディさんと打ち合わせしながら決めたいと思います。で、リチウムバッテリーなんですけど、できればやっぱり 800Ah までオプション欲しいですね。今回 400Ah なんですけど、この太平洋側のこの暑さは 400Ah あってもすぐになくなっちゃいそうだったんで、オプションでもっと大容量を選ぶようにしたいと思います。あとは外観もこだわりたいと思います。この白のボディもかっこよくて断熱性もいいんですけど、違うカラーリングもあってもいいかなと思います。あとはこのバンクの形状ですよね。もうちょっとなんかとんがってスタイリッシュになってもいいかなと思います。これも結構かっこいいんですけどね。なんかもっと流線形にしてもいいかなと思います。ただそうなると中のバンクベッドが狭くなるので、その辺の兼ね合いも考えながらデザイン聞いてみたいと思います。どこまで希望を取るか分かりませんが、自分が所有するならという目線で、わがまま目線で考えてみました。とにかく実用的で楽で楽しく車内で過ごせるように自分の経験をもとに考えてみました。あともう一点面白いかなと思ったレイアウトなんですけど、このリアエントランスにしてしまって、ここの大ネットをもう電動昇降型のベッドにしても面白いかなと思いました。リアエントランスの場合はここが入り口になって、でキッチン、マルチルームがあって、ここ全体が大ネットになってすごい開放的です。ただ常設ベッドがないのがデメリットでした。そこでこう昇降式の電動のベッドがあればそのデメリットはなくなります。日本特殊ボディさんは電動ベッドなど得意分野ですので、可能性としては面白いですよね。といろいろ妄想が膨らみますが、また打ち合わせしていってどこまでできるか聞いてみます。それでは今からですね、このハヤテを日本特殊ボディ小金店さんへ持っていきます。小金店さんはここから結構近いです。それでは最後まで気を抜かず安全運転で行ってきます。はい、荷物も下ろしました。ここが日本特殊ボディ小金店さんです。で、今からですね、このハヤテしばらくこの小金店さんで展示されるそうです。なので中見たり試乗したりできるそうですが、この動画出す頃にはまた違う店舗、本社の方に行ってるそうです。そちらは埼玉県です。ただ違う展示車両もありますんで、同じ新型のベース車両、トラビオベースの輝きという車もあります。で、今目の前に見えてるのはトラビオのもうワンランク上の B カムですね。こちらベース車両さくらです。あとは同じ B カムのベース車両の暁もあります。こちら前動画出しました。こちらはオートクルーズもついています。なんと店舗の上にツバメの巣があります。はい、お邪魔します。ここのね、商談スペースがすごい面白くて、キャンピングカーの窓でこの建物自体作られたそうです。すごい面白いですよね。あ、諏訪さんお久しぶりです。あ、お久しぶりです。店長の諏訪さんです。はい、諏訪です。はじめまして。よろしくお願いします。ここで試乗もできるんですよね。そうですね。B カムも試乗できますし、ちょっとトラビューもありますので、はい、車種はその都度お電話なりお問い合わせしていただければいいかなと思いますけども。わかりました。はい。はい、ぜひまたよろしくお願いします。はい。じゃあまた遊びに行きます。はい。お待ちしてます。あ、すいません。ちょうど、はい、メンテで来られてたエクスペディションイーグルのオーナーのニコニコチャンネルさん。はい、そうです。はい、どうもよろしくお願いします。中見てもいいですか？はい、どうぞどうぞ。このまま登って大丈夫。はい、登ってください。じゃあお邪魔します。はい、なんか緑の芝生がいいですね。マルチルームがあって、はい、あ、こんな感じになってるんですね。そうですね。やで、はい、初めてこの車を見たときに、はい、ちょっとこう狭いかなって思ったんですよ。はい、登って左見たときに、はい、ただ見たらわかるんですけど、見るとかこのベッドがこう下に、すごい。これが、はい、人形がいけますか？
いいっすよ。はい。この辺で止めて、あれなんですけど、ここでやっぱ飲んですぐ上で寝れるっていうのが良かったんで、やで結構この下片付けのとか偉いじゃないですか。そうですね。やで前汁乗っとった時に、片付けをして、結局バンクも使わんだんですよ。荷物置きみたいな感じになって。いやでも、今回これ見た時に、すごいいいやんと思って、で外部収納とか結構あったんですよ。それでもうこれにしましたね。これ布団も引いたままっていうのがいいですね。そうめっちゃ楽なんですからね。結構広いしね。結構広いですよ上。なんかまあ掃除機というか結構広いですね床下の収納。これが4つ。4つ。はい。これは食器類ですよね。いやめっちゃ入るよ。上からなんで取りやすいですね。取りやすいですね。そのちょっと埃が入るかなっていう面もあるかもしれんけど。そうちょっとまあ入るけど、まあこう引いたら。まあでも全然。ほんでこことここにもあるんで。だいぶ入るなこれだけで。ここ行き来できるんですか。めくってください。めくっていいですか。みんなこれ見てるんで。そうやな。あれこれを運転席ですか。はい、これ運転席になるんですけど、ここのオプションで開けるんですけど、これが80万ぐらいですかね。穴を開けると。はい。結構高い。ただこれ中古で買ったんで開いてました。エアコンはここについていて、でこれは元からあったんですね。エクスペディションイーグル。これは外部収納ですね。そうなんです。結構入りますね。そう。ここの奥が長物が入って。すみません、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。熊野店さんすごい敷地広いですよね。ここ三重県なんですけど愛知県寄りなんで結構アクセスはいいです。ぜひキャンピングカー興味ある方遊びに来てみてください。はい、コンパクトなキャブコンはやていいですよね。自分今一回り大きいキャンピングカー乗ってますが、もし今からキャンピングカー買うならこのサイズにすると思います。一番の理由は駐車場の選択肢が広がるからです。そしてはやての価格ですが、動画公開時は999万円でしたが現在は1289万円に上がりました。オプションなども全て込みの値段になったようです。やっぱりキャンピングカーは欲しい時が一番安いですね。身をもって体感しました。またプロデュースキャンピングカーアオサギですが、いろいろブラッシュアップしております。その中でカラーリング変化しました。3種類選べるようになりました。先行情報ということで今回お見せします。こちらが新色です。青、ピンク、グレーです。グレーもなかなかかっこいいですよね。青は当初よりも彩度を落として落ち着いた色味にしました。まだこのデカールは間に合わないと思いますが、7月11、12東京キャンピングカーショー2026でアオサギ展示します。実際に中入りますのでぜひ体感してみてください。自分も NTV ブースでトークショーを行います。7月11土曜1時半から7月12日曜11時からぜひ遊びに来てください。東京ビッグサイトでお待ちしております。